アイブワンスリランカコネクトです。で、今回はですね、自己紹介動画の時に紹介しましたメンバーの一人が、動画に出てくれてます。で、その時言った通り、10年ほど日本にいて、で、今人事の仕事をしている、マリットさんです。よろしくお願いします。はい。で、今回は何の動画をやるんですか？今回は、じゃあ、大津さんを、インタビューしましょわかりました。う。はい。じゃあ、始めていきましょう。はい。じゃあ、それでは今回、スリランカに行ったことある日本人をインタビューします。彼をスリランカについてどんなことを思っているか、どんな印象を持っているかどうかを確認するインタビューになります。じゃあ、それでは行きましょう。OK。じゃあ、行くぞ。じゃあ、お名前はガクトです。出身は東京です。東京。大学は日本の大学に1年行って、はい退学してイギリスの大学を卒業しました。まず、初めの仕事は最初の仕事は、採用担当ですね。外国籍のエンジニアの採用担当です。はい。じゃあそれでスリランカに行ったんですか？そうですね。はいはい。スリランカ以外どんな国に行ったことがありますか？その仕事ってなると、インドとバングラデシュですね。はい。で、旅行だと、その他51カ国ですお、ね。すごいな。じゃあ、スリランカに行ったきっかけは何ですか？でも、なんだろう、仕事もそうですね。でも、行ったきっかけはそうか、仕事ですね。仕事。はいはい。どうですか仕事でスリランカに行ってスリランカの環境とか。仕事で行ったんで、ね、危ない目とかには合わなかったんですんごいいい印象ですね。はい、みんないい人でしたし、で、それこそ会う学生さんたちとかもすごい素直というか、勉強一生懸命やってる人多いイメージなので、で、前の動画でも喋ったんですけど、その大学の教授とかが日本語喋れたりして、それは本当びっくりしましたね。ほうほう。はい。例えばどこの大学行ったんですかスリランカで？どうだっけ、ペラデニアモラトゥアルフナかな、直接行ったの。じゃあ結構行ってる。メジャーな大学ですね、スリランカ。はい。で、仕事以外に観光とかスリランカで観光したところとかありますか？コロンボと、はい、キャンディと、あとゴールかな。はいはい。で、あとゴールとワントゥーアの間とかのなんかビーチに行って、はい、なんつうんだろう、なんか飛ぶよくわかんないアトラクションやりましたね。はい。どうですかサーフィンとかスリランカすごい有名ですけど、したことがあるんですか？ちょっと僕自身泳げないんで無理ですね。はいはい。OK。で、どうですかスリランカの、人から見たら日本人は見たスリランカ人。日本人と何が違うんですかね。あと54カ国とか行ったことあると思いますので、仕事とか観光で、他の国と比べたスリランカどうですか？日本とスリランカだと僕の、そんなに経験ない印象ですけど、なんだろうな、結構スローでチルな印象かな。すごいそんなに物事にそこまで焦る人がいないイメージですごいコミュニティを大事にしてる感じがしますかね。で、他国とスリランカだとどうなんだろう。隣国で比べてインドだとそこまで言っていいのかな、そのお金に汚くないと思いますね。インドほど、特に北インドほど汚くはないと思いますね。そんな印象ですね。あと騙されたこととかありますか？もちろんスリランカの。スリランカではでもそうですね、ドライバーさんが自分の会社からお金もらってんのに接待費として僕の昼食払わなかったりとかありましたね。はい。そっかそれ。
まあね、騙されたっていうのかわかんないけど、まあね、まあでもやっぱ旅行もそんな危ないっていうかメジャーなとこしか行ってないし、はい、で仕事だと別に危ないところに行かないからそんな騙されてもないんですかね。じゃあ、であとはじゃあスリランカ料理に関しては、何の料理好きですか？いやまあね、もう本当に申し訳ないけどシーフードフライドライスの印象しかないんですよね。まあそれが本当美味しくてずっと食べ、自分のその性格的に好きなものってなると、ずっと同じの食べちゃうんで、それのせいもあるんですけど、まあそれもあったし、で個人的に一番良かったレストラン、思い出に残ってるレストランは本当キャンディーにある元クリケット選手がやってる、ちょっと丘の上にあるようなレストランがすごい素敵でしたね。そうだね、あそこなら景色も、キャンディーの景色も見えちゃうね。そうか。じゃあ、日本人がスリランカに行った時、まず携帯の SIM カードとかコネクションとか、そちらについてどういう経験が持っていますか？でも本当僕はその旅行にいっぱい行ってるのもあるし、SIM フリーの携帯があるので、空港のその SIM カードを売っている、どこだっけな、ダイアログかな、違うかな、ダイアログかなで、だいたいいつも行ってたら契約してましたね。でそんなに高くなかった気がするな。1000円、1週間滞在とかで1000円いかないぐらいの SIM で全然持ったと思います。それ時間もかかんないです。手間もかかんないうちで、本当10分かかんないんじゃないかな、契約も。すごい早いですね。あとエクスチェンジとかは？エクスチェンジは基本的に僕は現地の市内とかの ATM で自分のデビットでエクスチェンジしますね。空港でエクスチェンジした経験がないですね。なんか高いイメージがあるので。あとカード使うね。そうですね、カード使いますね。あと日本人がスリランカにこの動画を見てね、いろいろあって、日本人におすすめするところとかありますか？スリランカに。ここは絶対行った方がいいですねとか、ここが行ったらダメですとか。でも本当僕的にはキャンディーめっちゃ好きだったんで、キャンディーはおすすめかな。でも僕行ってないところで行きたいのはなんか列車のなんか橋のすごいこれなんだっけ、名前忘れちゃったんですけど、そこはちょっと次行ったら絶対行こうかなと思ってますね。あそこはインスタ映えもするし、普通に多分乗ってても景色良さそうな、あそこですね。ナイナッチブリッジですね。バドゥルラ・バンダーラウェラ行くときは電車で行かないといけないので、すごい綺麗なところなんですので、次は絶対行きたいし、あとシギリア、そうですね、確かにそこも多分行ったことあるかなんかどうだろう。でも有名ですよね。そうですね、なのでいいですね。その辺ですかね。マストで行った方がいいと個人的に思ってるのはですね。あとやっぱ観光行ったらお土産とか悩む人多いと思うんですけど、個人的に買ってよかったなって思うのはなんか革のものですね。なんかどこか忘れましたけど、すごいうねうねの道のところの脇にいっぱい露店が革の製品を売ってる場所があって、それはゴールの方ですか、キャンディーの方ですか？いや多分ゴールの方だった気がするけど。ヒッカリオです。そこはすごいいっぱい革のお店あったしよかったですね。あとやっぱカシューナッツかな。ほんとうまい、本当に美味しいカシューナッツ。確かにスリランカでのジャンボカシューナッツとかいろんな味とかにつけてるカシューナッツあります。そんなもんかな。じゃあ本日はありがとうございます。また次の動画で会いましょう。では。Hi, මගේ නම අශාන්. අපේ වීඩියෝ බලවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට කැමති නම් like button click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ comments උත් අපිට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක interesting කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ අලුත් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරාම notify වෙන්න bell icon එක click කරන්න. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී ලංකාව විස්තර ඔයගොල්ලන්ට ගෙන දිගටම ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.
අයිබෝවන්